スマホを自分の人生にしないこと。本当の幸せはスマートフォンの中にはないと思っています。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はとっても元気です。さて今日はスマホ依存についてお話ししようと思います。スマホ依存。聞いたことありますか？スマホっていうのはスマートフォンのことですね。携帯電話のことですね。で、依存っていうのはやめたくてもやめられないことですね。やめたいって思ってるのにやめられないことを依存って言います。なので、スマホ依存はスマホがやめたいのにやめられないことをスマホ依存って言います。皆さんは一日のうちに何時間スマートフォンを使っていますか？一日何時間スマートフォンを使いますか？私はだいたい一日1時間くらい使います。よく電車に乗っていると、皆さんスマートフォンを使っていますよね。電車に乗って下を向いて、何をしてるのかわからないんですけど、何かをしていますよね。あとは歩いている人もスマホを見ながら歩いている人多いですよね。ちなみに歩きながらスマホをやることを歩きスマホって言います。皆さんはスマートフォンで何をしますか？ SNS をしますか？それとも YouTube を見ますか？それともニュースを見ますか？私はスマートフォンではだいたい明日の天気とか、あとは生徒さんからのメッセージの返信とか、あとは漫画を少し読みます。私が最近読んだ新聞に、スマートフォンは脳の発達に良くないよっていうのが書かれていました。これは東北大学の研究です。スマートフォンを長い時間使う子供の脳を調べる研究でした。その子供たちの脳を MRI で撮影して撮って3年後にまた同じ子供の脳を MRI で撮影して比べたときに昔の脳と3年後の脳を比べたときにスマートフォンをたくさん使う、長い時間使う子供の脳は成長していなかった、発達していなかったっていう研究がありました。なんかそれを聞いたときすごい怖いなって思いました。スマートフォンを長い時間使っていると脳って成長しないんだって思ってすごく怖くなりました。説明が下手だったんですけど、わかりましたか？つまり何が言いたいかというと、スマホをたくさん使えば使うほど脳が成長しないっていうお話です。ほんと怖いと思います。私も小学生の姪っ子がいるんですけど、その姪っ子ちゃんに休みの日とか家に帰ってきて何してるのって聞くと、スマートフォンをやってるって言っていました。スマートフォンで何やってるのって聞いたら、ずっと動画を見たり、あと TikTok をずっと見たりしてるって言っていました。それで何時に寝るのって聞いたら、夜の11時とか12時に寝るって言っていました。めっちゃ遅くないですか？小学生ですよ。私が小学生の時は、だいたい布団の中に、ベッドに8時半か夜の遅くても9時にはいました。8時半とか9時には寝ていました。なので、最近の小学生はすごいなって思います。末恐ろしいです。末恐ろしい。これから将来どうなるのか怖いなっていう意味です。今はほとんど私はスマホを使うことはないんですけど、長い時間スマートフォンを使うことはほとんどないんですけど、そんな私でも、昔はたくさん使っている時がありました。長い時間使っている
時もありました。それは高校生の時です。高校1年生の時です。初めてスマートフォンを持ったのが高校1年生の時でした。私の時はスマートフォンじゃなくて携帯電話でした。初めて携帯電話、こういうパカパカの携帯電話を持ったのが高校1年生の時でした。初めてだったのですっごく嬉しくて、友達とメールしたり、画像を見たりしていました。そしたらいつの間にか夜の1時とか夜中の1時とか2時とか3時になっているっていうこともありました。で、次の日学校に行くと机でこんなになって、昼寝をしちゃう？授業中寝ちゃう？なんてこともありました。今の私からあの頃の私に本当に言いたいです。もっと勉強しなって本当に言いたいです。そんな私だったんですけど、なんでスマートフォンがやめられた？長い時間使わなくなったのかというと、まあ単純に仕事を始めて忙しくなって、スマートフォンを見る時間がなくなったっていうのが一つです。あとは、勉強とか読書とか運動に時間を使うようになったからスマートフォンがやめられました。スマートフォンを使わなくなるコツ、やめるコツの一つとして私が考えるのは、スマホ以外の楽しいことを見つけることだと思います。例えば、仕事でもいいし、勉強でもいいし、あとは読書でもいいし、運動でもいいし、スマートフォン以外の楽しいことを見つけるのが、スマートフォンをやめるために一番いい方法じゃないかなと思っています。子供の頃の勉強って本当につまらなかったイメージ？つまらなかったけど、大人になってからの勉強ってすごい楽しいなって感じます。子供の頃は、テストのために勉強するとか、いい成績を取るために勉強するとか、やらされて勉強している感じだったので、楽しいってあんまり思いませんでした、勉強が。でも大人になってからやる勉強って、自分が勉強したいこととか気になることを勉強するので楽しいって思うようになりましたね。よく私が子供の頃に聞いたのは、勉強は贅沢っていう言葉を子供の頃に聞きました。子供の頃は、何言ってんのかなとか思ってたんですけど、大人になると確かに勉強って贅沢かもしれないなって思ったりもします。なんでかっていうと、大人になると仕事とか、家事とか育児とかで勉強をする時間がなくなるから、勉強できる余裕がある時間があるっていうのは贅沢かもしれないなって、そんな風に思うようになりました。私も。最近私は特に読書が楽しいです。読書。昔は本を読まない人でした。だけど、何かのきっかけで本を読むようになったら、すごい楽しくなりました。年はとっても知らないことってこんなにたくさんあるんだって思ってすごい楽しいです、読書が。ちなみに日本に住んでいる人の6割、62.6% の人は1ヶ月に1冊も本を読まないそうです。1ヶ月に1冊も本を読まない人が 62.6% いるそうです。じゃあ逆に本を1ヶ月に1冊でも読めば他の 30%、38%、37%の、人間になれるんだって思ったら、してやろう。読書しようって思いませんか？話が逸れてしまったんですけど、とにかくスマートフォンを使わなくなったのは、他に楽しいことを見つけられたからです。そうですね。スマートフォンを使う自分になること。
スマートフォンに使われる自分になるんじゃなくて、スマートフォンを使う自分になること、それが大事じゃないかなって思っています。スマホを自分の人生にしないこと、本当の幸せはスマートフォンの中にはないと思っています。本当の幸せはスマートフォンの外、リアルな生活の中にあるんじゃないかなって思っています。あと最後に最近、日本の愛知県の豊明市でスマートフォンは1日2時間までにしましょう。スマートフォンを使うのは1日2時間までにしましょうっていう法律、ルールが決まりました。これは義務じゃなくて、できるだけそうしましょうね。スマートフォンを使うのは1日2時間までにしましょうねっていうものです。そんな風にスマートフォン規制が日本でも始まってます。皆さんの国でもスマートフォンの規制、スマートフォン規制がある国もあるんじゃないでしょうか。新聞で読みました。さて、今日はこの辺でお話を終わりにしようと思います。スマートフォンは悪いところばっかりではないと思います。地図を調べたり、天気を見たり、あとはニュースを見たり、すごく便利なものだと思います。そんなスマートフォンを、上手に使いながら生活していけたらいいですね。私もまだ時々、すごく暇な時に動画をずっと見てしまうなんてこともしたりもします。だけど他の楽しいことをやれるように頑張ります。じゃあ今日はスマホ依存について少しお話ししてみました。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。次の動画でもお会いできることを楽しみにしております。では、ありがとうございました。バイバイ。またね。パカパカの携帯っていうのはこれのことです。パカパカの携帯。これが私が高校1年生の時に持っていた携帯です。懐かしい。今さっき探してみたらありました。これがパカパカの携帯って言います。ガラケーって言ったりもします。最近スマートフォンを買いました。新しいスマホにしました。前使ってたのは6年間ぐらい使っていました。写真を撮ることができなくなってしまったので、新しいスマートフォンに変えました。めちゃくちゃ進化しました。スピードも速いし、写真もすごい綺麗に撮れるし、猫の写真がすっごくよく綺麗に撮れるので、すっごい変えてよかったなって思いました。こっちは携帯電話。これはスマートフォン。だけど、昔は携帯電話って言っていたので、今もスマートフォンを携帯電話って言ったりもします。でも今の若い子はどうかわかりません。携帯電話じゃなくて、スマホの時代に生まれた子供たちはスマホっていうのかな、携帯電話とは言わないかもしれません。私はスマホをスマートフォンとも言うし、スマホとも言うし、携帯電話とも言います。ではまた会いましょう。バイバーイ。